お疲れ様です。お疲れ様です。今回は、肯定と否定の評価が混在する寄与法編の軍人、戦前の日本陸軍の作戦参謀であった、辻正信について、日本とソ連の軍部隊が激突したノモンハン事件の視点から、話をしたいと思う。当チャンネルでの動画アップは久方ぶりだな。約10ヶ月も前に投稿した石原幹事に関する動画が、この時期になって視聴回数が徐々に伸び出すという謎の現象を受け、よし投稿しようという意識に駆られた次第だ。記載の異名が一番似合うかもしれない軍人、満州事変の石原幹事だな。東条英機との生々しい対立なんかは有名だね。石原幹事に関する動画の再生リストの URL を概要欄に貼っておきますので、ご興味のある方はどうぞ。それでは、辻正信参謀とノモンハン事件の話をしていこう。まず、ノモンハン事件に至るまでの辻正信参謀の経歴について簡略だが述べておく。辻正信参謀は石川県の出身。大正7年に名古屋陸軍幼年学校に入学し、そこから陸軍中央幼年学校を経て、陸軍士官学校を卒業した。陸軍士官学校というのは、戦前の日本陸軍、これ以降は帝国陸軍と呼称するが、帝国陸軍における兵科将校を養成するための教育機関で、当時の日本では、陸軍士官学校すなわち陸士、海軍兵学校すなわち海兵、第一高等学校すなわち一高はエリートの登竜門としての三大難関校と称されていた。海兵はなんとなく海軍における士官学校なんだろうなと想像がつくが、一高って何？第一高等学校は旧制のナンバースクールであり、大多数の卒業生が東京帝国大学その他の帝大に進学し、高級官僚、政治家、実業家、学者など多くの著名人を輩出した名門校だ。卒業生の経歴は華麗だが、出世主義を至上とする学生ばかりではなく、教養主義を重んじる風潮のもと、哲学や芸術を愛好する風潮や、バンカラを重んじる風潮など、多彩な学生が集っていたそうな。めっちゃ話がそれてるぞ。話を戻そう。辻正信参謀は、陸用、陸士と優秀な成績を収め、順調に陸軍士官のコースを歩んでいった。勉強は得意だったのかな？それもあるかもしれないが、とにかく勉強に傾ける努力の熱量が大きかったらしい。いわゆる努力型だったと言えるかもしれないね。さて、陸軍士官学校を優等で卒業しても、帝国陸軍の幹部たるには、さらに難関の教育機関が控えていた。士官学校のその先の学校があるの？参謀総長直轄の、その名は陸軍大学校だ。陸軍大学校は、帝国陸軍での出世を目指すため多くの士官が受験をし、そして涙を飲んだ難関であり、主に参謀を養成するための軍事教育機関だった。ここで陸軍大学校について詳しく話しすぎると本題からずれていくため、以前当チャンネルでアップした、陸軍大学校に関する動画の URL を概要欄に貼っておきます。作戦参謀、ひいては軍司令官、さらには教育総監、参謀総長、陸軍大臣という陸軍三長官なる兼職にたどり着く最短コースである陸大に、辻正信は合格し、優等な成績で卒業した。卒業時には、優等の証として、恩師の軍刀を受け取っている。ノモンハンはまだか？陸大卒業後もいろんな事件に関与するんだが、ノモンハン事件に関わることになる関東軍時代に話を進めよう。1936年、辻正信は関東軍の参謀部に転任する。関東軍って、今の日本の関東地域と何か関係あるの？これはね、全く関係ない。関東軍は、帝国陸軍におけるいわば海外駐在軍とも言うべき存在で、もともとは中華民国から租借した関東州の防衛を担当していたので、関東軍と呼称されていた。満州事変以降は、満州で絶大な権限を振るったので、呼称と実態が離れた感じがあるけどね。この関東軍勤務時代、辻正信参謀は、ノモンハン事件の端緒とも言うべき、ある文書の作成を担当することになる。ある文書とは？その名は、満祖国境紛争処理要項だ。これは文字通り、満州国の国境で紛争が生じた際の処理方針を記載したものなんだが、この文書では、関東軍の独自方針とも言うべき、強硬な文言が並んでいた。具体的には、一部意訳になるが、
国境線が明確でない地域では防衛司令官において自主的に国境線を認定すること、万一敵軍との衝突があれば、兵力の高、国境の移管に関わらず必勝を期す、といった内容だ。戦闘も辞さず、という感じだな。辻正信参謀が作成したの。文書自体を作成したのは辻正信参謀なんだが、最終的には関東軍司令官の名義で自達されているので、関東軍としての方針を各部隊に通知した形となった。そして1939年5月、ノモンハン事件に発展することになる国境での紛争が起きた。満州国の国境において、ノモンハン事件に深く刻み込まれる川となる、春葉川の両岸を舞台にした紛争だ。この時に帝国陸軍と最初に交戦をしたのは、モンゴル人民共和国軍だった。モンゴルは当時、ソビエト連邦の衛星国と言ってもいい立場だったので、帝国陸軍としては、ソビエト連邦との交戦に発展する可能性のあるモンゴル軍との交戦には慎重になるべきだったと、結果論からすれば言えるかもしれないが、先ほど言及した通り、満祖国境紛争処理要項の影響もあって、統治に駐屯していた帝国陸軍の第23師団は強硬な方針に基づく行動に出た。打って出たか。モンゴル軍は軽装備で小部隊だったこともあり、第23師団は守備よくこれを撃退できたが、衝突の一報を受けたソビエト連邦は機敏に行動し、すかさず反撃部隊を編成して、春葉川に進撃した。その結果、第23師団は停滞損害を被ることになる。なぜソビエト連邦軍が出てきたら形勢が変わったの？一説には、機構戦力の差が物を言ったと言われている。ソビエト連邦軍は、特に第二次世界大戦の序盤くらいまでは、大した機構部隊もいないだろうという、ある意味舐められた存在だった側面がある。しかしながら、実際には、独ソ戦でソビエト連邦に奇襲をかけたドイツ国防軍の面々が、ソビエト連邦軍の優秀な戦車部隊に対して予想以上に苦戦を強いられるなど、本当の内実としては、機構戦力の拡充に熱心な国だったんだ。世界で最初にその事実を突きつけられたのが、実は帝国陸軍だったのかもしれないね。対して、帝国陸軍の方では、騎兵の戦場での衰退を認識して、騎兵に代わる新戦力を管理する部署として、陸軍内に機構本部が設立されるなど、世界の潮流に乗り遅れまいとして、機構戦力の拡充に関し何もやっていなかったというわけではないが、列強と比較すると、やっぱり対応が遅かった側面は否定できないように思う。中国大陸の整備されていないぬかるみの多い地域を進撃する戦車と、欧州の平野を進撃する戦車とでは、開発の考慮要素も違うだろうしね。しかも、日本で巨大な戦車を製造しても、港まで運べるのか、さらには大陸まで船で運べるのか、という島国的な問題もあったようだね。ともかく、再び春葉川に進出した、ソビエト連邦軍とモンゴル軍の連合軍に対し、第23師団の部隊は再び迎撃に出た。ここで辻正信参謀の動きだが、意外と言っては失礼かもしれないが、辻正信参謀は、この時点では全力でソビエト連邦軍の迎撃に出るという強硬な方針ではなく、同軍の様子をまずは観察し、気を見て叩くという慎重な命令を起案し、関東軍参謀らと協議の上で、同命令を第23師団に発したらしい。この後の展開からすれば正しい判断か。ソビエト連邦軍の戦力を正確に把握しての命令なのかは疑問があるので、100% そう言い切れるものではないが、この慎重な方針に対し、今度は現地の第23師団が抵抗した。師団長の小松原中将は結果として部隊を出撃させたんだ。なお、慎重な方針の命令を起案したという経緯は、辻正信参謀自身の回想によるところなので、多少の修正が存在する可能性がないわけではないことは付言しておく。そして、出撃した出先の部隊は、不意をついた初戦では交戦の末にソビエト連邦軍を退避させるなどしたが、化学戦車による火炎放射などを駆使するソビエト連邦軍に苦戦を強いられ、一部の部隊はほぼ戦力を失うという停滞打撃を被った。このノモンハン事件における第一次戦闘は、後続する第二次戦闘と比較すると規模は小さいが、第二次戦闘でも浮き彫りになる帝国陸軍の問題点、すなわち、上層部の甘い見通し、敵戦力の誤認、
部隊間の連携不足など、暗い暗示を投げかけた戦闘だった。また、辻正信参謀は、司令部に引きこもらず、現場を飛び回って部隊を特例あるいは叱責をするタイプの参謀だったが、このノモンハン事件における第一次戦闘でもその特質を発揮している。現場を訪れたの。現場の指揮官に対し、殲滅した部隊の遺体収容について、これを野襲によって行うことを定義したらしい。これも辻正信参謀を語る上でよく出てくる局面だが、とにかくこうだと判断したら、上司だろうが同僚だろうが、非常に押しの強い説得や議論で、自説を押し通すタイプだったようだ。後年、日本にとっての第二次世界大戦における序盤であるマレー作戦では、幕僚統帥と言っても過言ではない強引な作戦指導などに及んだ辻正信参謀の行為に対し、マレーの虎と称された軍司令官の山下智之は、害が強く個性に長じる男であると痛烈に批判する文章を日記に残している。上司との衝突は多そうだな。上司と部下の組み合わせの問題、すなわち部下である参謀の辻正信に対し、実質的に業務を委任して泰然と控えるタイプの上司なのか、あるいは、自身もきちんと関与して参謀の辻正信の統制を試みるタイプの上司かで違った可能性もあるね。ノモンハン事件の第一次戦闘では、戦死者や負傷者数を比較すると、ソビエト連邦軍も相応の被害を被っていたが、しかし、ソビエト連邦軍の将官は、ノモンハン事件に関して後年回想しているところだと、帝国陸軍の将官は無能だが、現場の下士官や兵は頑強で粘り強いという内容の回想をしているんだ。確かに、現場における帝国陸軍の下士官や兵は頑強に戦闘する能力を有していたが、ノモンハン事件の第一次戦闘ですでに、敵情を正確に把握せず攻撃に突っ走るという、辻正信参謀も含めた帝国陸軍の上層部の問題は大きかった。そして、この回想を残したソビエト連邦軍の将官こそ、ノモンハン事件の第二次戦闘で、帝国陸軍に悪夢を見せることになる、ゲオルギー・ジューコフだ。第一次戦闘と第二次戦闘の幾ばくかの期間に、ジューコフ将軍は第一次戦闘での戦訓を入念に検討し、装甲戦力の増強、火砲の増強、弾薬と燃料の備蓄、兵站の整備など、関東軍に察知されない形で、再び関東軍に痛烈な打撃を与えるべく綿密な準備を重ねた。そして、このジューコフ将軍が指揮するソビエト連邦軍が再び動いた時、辻正信参謀は、その持ち前の押しの強さで上司を説得して対応方針を決定することに成功するが、これが要因となって、ノモンハン事件は、第一次戦闘よりも悲惨な第二次戦闘に突入することになる。長くなったので、第二次戦闘の詳細と、それに関連する辻正信参謀の動きと考察は、後編で解説をさせてほしい。なお、辻正信参謀に対する厳しい評価が存在する一方で、間近で辻正信参謀に触れた部下や家族などからは、とても実直で優しい人だったという肯定的な評価の声もある点については復元する必要があるだろう。さて、以上の通り、辻正信参謀の前編の解説をしてきたが、大日本帝国陸軍の軍人を中心にした本チャンネルだけでなく、ナチスドイツ国防軍の戦車、突撃砲、駆逐戦車、対戦車自走砲、大日本帝国陸軍の戦車、爆撃機、牽引車など機構戦闘車両及び航空機を扱っている、機構情報号というチャンネルもやっているので、概要欄にリンクを貼っておくので興味のある方は秋田号のチャンネル登録だけでなく、機構情報号もご覧ください。画像の動画は、ナチスドイツ国防軍によって、その強大な火力で連合軍の戦車を駆逐すべく開発がなされた駆逐戦車、4号駆逐戦車の解説動画です。ここまで見てくれた人、ありがとう。秋田号と機構情報号のチャンネル登録をよろしくお願いします。